まれた時点で時代遅れって、一番悲しいことよね。技術者とかのクリエイターが一番恐れることだよな。周りから叩かれるばかりか、黒歴史になってなかったことにされるのがひどいと思うの。でもフェアリーバトルのように、別の分野に転身したおかげで、救世主になった例もあるんだぜ。一番燃えるパターンね。ということで今回は、救世主になった期待外れ、フェアリーバトル系攻撃機を解説していくぜ。それじゃあ解説お願いね。フェアリーバトル系爆撃機は1930年代前半、イギリスのフェアリー社によって開発されたぜ。開発のきっかけになったのは、1933年4月に航空省より発行された、仕様書 P2732 だ。当時、イギリス空軍の所有する軽攻撃機は服用機のハートで、改良型のハインドが開発中だった。しかし、時代は服用機から単用機に主流が移りつつあり、フランスとアメリカはすでに単用戦闘機を実用化して、服用機の旧式化は明らかだったぜ。そのため、2年前から部隊配備が開始されたハートを代替する新型機が求められたんだぜ。わずか2年で旧式化なんて今じゃ考えられないわ。何せ当時は技術革新が続いていたからな。前述の使用書では、巡航速度100マイル、爆走量1000ポンド、航続距離1000マイルが要求された。それは当時、どれくらいすごい性能だったの？ともかくヤーポン砲滅ぶべし。前任者のホーカーハインドは最高速度185マイル、爆走量500ポンド、航続距離は460マイルだ。ともあれヤーポン砲滅ぶべし。数字だけ見ると無茶ぶりに聞こえるレベルね。そう、この数字は服用機では達成できない数値で、近代的な単用機を要求していることは明白だったぜ。この使用書に4社が参加し、このうちフェアリー社とアームストロング・ホイットワース社の案が書類審査を通過。マルセル・ロベール主任技師のもと、設計と開発が行われ、1936年3月には初飛行に成功。試験では要求性能以上の速度を発揮し、初飛行前から155機の量産を決めた空軍を安心させたぜ。いや空軍早とちりしすぎでしょ。当時はドイツ軍の軍拡が急スピードで進んでいたから、空軍は一刻も早く新型機が欲しかったのぜ。だから量産開始を急いだのね。こうして1937年6月の量産型初飛行以降、バトルは各地の航空隊に配備されていった。またベルギー空軍が16機のバトルを購入したほか、英連邦諸国の航空隊にも順次配備されていったぜ。ちなみに対抗馬の AW29 は初飛行がバトルの9ヶ月後で、すぐに事故を起こしたので早々に開発中止になったぜ。対抗馬というより保険だったのかしら。ここではバトルの性能を見ていくぜ。諸言は表に書いてある通りだ。最高速度は要求性能を超えているし、それ以外は要求性能を満たしているわね。ただ、単発機なのに3人乗り、防弾装備が一切ない、爆弾装が良くないについてるのが気になるわね。服用機時代のデザインを引きずっているのと、単発機なのに専用の無線通信士を必要とするところが、まだまだ洗練されてない印象だな。スペック表に現れないところだと、操縦性は素直で新人でも簡単に操縦できたし、機体は頑丈だったと言われてるぜ。ただしコックピット周りの整流が甘く、パイロットは快適だったが、後部にいる無線通信士の顔には常に隙間風が叩きつけられていた。またコックピットからの視界は良かったけど、真ん中にいる後方試験爆撃手の視界は最悪で、前がほとんど見えなかったぜ。パイロットにとっては良い飛行機だけど、他二人にとってはあまり良い機体には思えなかったかもしれないわね。最大の特徴として、エンジンと引き込み足が挙げられるぜ。エンジンは主にマーリンエンジン2を使用した。このエンジンは液冷で、1030馬力を出せたぜ。ロベール氏は最高速度と空気抵抗の減少を考え、マーリンエンジンの搭載にこだわった。この経験が後に思わぬ形で役立つことになったぜ。思わぬ形？次に試脚だが、当時としては新技術の引き込み脚を採用。当時この機構を装備した実用機はアブロアンソンとバトルだけだったぜ。引き込み脚に慣れていないパイロットが多かったのか、コックピットにはこんなにでかいギアランプがついていたぜ。試脚が展開中だと真ん中が光るし、写真じゃ見えないけど、ホイールスってでかい文字で書かれていたほどだ。試脚のしまい忘れを防ぐための工夫ね。ただし試脚は半格納式で、A 銃のようにタイヤが半分露出するぜ。ここら辺は戦艦機って感じの仕様ね。武装は 7.7 ミリ機銃を前方に固定式、後方に旋回式で1丁ずつ配置しているぜ。服用機がまだ現役だった頃とはいえ、武装が貧弱だと思うわ。爆弾は翼下に設けられた4つの爆弾層に250ポンド爆弾を1発ずつ、計4発搭載できるぜ。でもこの方法じゃ大型爆弾の搭載は無理ね。実際その通りで、大型爆弾1発を抱えて攻撃することは無理だった。より大型の500ポンド爆弾は機外に搭載したぜ。
しかも投下方法が水平爆撃にしか対応しておらず、爆撃照準機も改良されているとはいえ、1916年に開発された旧式だった。スコープすらついてないとは。ちなみに爆撃手は腹ばいになって機外に顔を出しつつ外付けしてある照準機を操作する仕様だぜ。運が悪いと、高射砲の破片や機銃が顔に当たるわね。おまけにラジエーターから排出される熱風とグリコールの霧に、爆撃手の顔はさらされるぜ。は？最後に、同年代の各国の単発系爆撃機と比較してみるぜ。いずれも急降下爆撃できない単発機だぜ。こうしてみると、97式軽爆撃機と性能が似ているわね。だけど97式って固定脚だし、馬力も200馬力低いわよね。そう、バトルは機体設計に洗練さを欠いていたため、低性能な機体に仕上がってしまったんだぜ。このことは当のイギリス空軍ですら認知しており、初飛行の時点で低性能に懸念を示す高級将校も複数人いたぜ。だがドイツ空軍の拡張発まじく、未来の高性能機より今ある機体を整備することが求められ、バトルは配備され続けた。まあこればかりは仕方ないわね。未来の飛行機が無事に実用化できる保証はないものだし、そして数々の問題点を抱えたまま、バトルは最前線に投入されることになるぜ。第二次世界大戦当時、バトルは17個の飛行隊に配属されていたぜ。当時のイギリス飛行隊は12機16機で構成されていたので、最低でも200機以上が配備されたことになるな。結構多い数ね。このうち10個飛行隊がフランスに進出し、作戦行動を開始した。1939年9月20日、ドイツのアーヘン近郊を偵察中だったバトルは BF109 に迎撃され、双方が撃墜機を出した。この日の戦闘が、イギリスによるドイツ機撃墜第1号と、ドイツによるイギリス機撃墜第1号だとされるぜ。ただし鈍重なバトルでの偵察は犠牲が多く、1939年内には偵察任務から外され、爆撃化訓練にのみ用いられたぜ。そのためバトルには動体燃料タンクを外して、代わりに防弾装甲や良くない燃料タンクにセルフシーリング剤を貼るなどの改造がされた。早くもボロが出たというか、イギリス空軍の懸念が的中した感じね。バトルが本格的に使われたのは、1940年5月のドイツ軍によるフランス侵攻作戦からだった。5月10日の侵攻開始時、戦闘機の不足のためバトルは護衛なしでの低空攻撃を強いられたぜ。いや高速機ならまだしも、低速のバトルじゃ自殺行為よ。実際その通りで、バトルは多数の被害を出した。5月10日、2回にわたる出撃でバトルは32機中13機が撃墜され、生き残った機体も何らかの損害を受けた。この時の攻撃は250フィートという超低空で行われたが、侵攻するドイツ軍の車列にほとんど損害は出なかったぜ。操縦士が爆弾落とせないし、爆撃手が機体中央にいるんじゃ、低空侵入して命中弾を与える方が難しいわね。翌11日にはドイツ軍の侵攻を防ぐため、マーストリヒト付近の橋をベルギー空軍のバトル9機が爆撃。しかしこの攻撃は失敗し、6機が撃墜されたぜ。12日にはイギリス空軍のバトル5機が前日と同じ目標へ攻撃し、うち1機が爆撃に成功するも、4機が撃墜、1機が機関後廃棄処分になった。橋への爆撃に成功した機体は撃墜されたけど、操縦士と爆撃手にはビクトリア十字勲章が死後叙勲されているわ。もっとも橋への攻撃後、すぐに浮き橋が設置されたから、攻撃は無意味になってしまったぜ。そして14日午後、さらなる橋と浮き橋の破壊のため、63機のバトルが8機のブレニムと共に爆撃を実施。この作戦は稼働するほぼ全ての爆撃機を動員したにもかかわらず、35機のバトルと5機のブレニムを失い、失敗したぜ。そしてこれ以降、バトルは夜間攻撃のみを行うこととされた。カモフ52も真っ青な損失率ね。6月15日にイギリス空軍機はフランスから完全撤退したが、それまでの6週間のうちに約200機ものバトルを損失した。特に5月10日から16日にかけては99機のバトルを失っている。撃墜されすぎでしょ。もちろん全てが撃墜数というわけではなく、事故による損失、機関後廃棄処分、撤退時爆破処分や露獲とかの数字も含まれてるぜ。それにしたってねフランス戦後、バトルは亡命ポーランド人部隊に供与したり、初期のアフリカ戦線で使われたり、哨戒機として使われた。そして1941年のギリシャ戦を最後に、バトルは第一戦機から外され、以降は練習標的曳航機としてのみ使われたぜ。この顛末から、イギリス空軍史上最大の機体外れとも称されるぜ。もうバトルの活躍は望めそうにないわね。だが練習機としての経歴が、バトルの真骨頂だったぜ。なんで？機体性能を説明した時に言ったが、バトルは操縦しやすくて頑丈と、まさに練習機にはうってつけの機体だったぜ。
確かに練習機に求められる性能が揃ってるわね。おまけに1940年9月の生産終了まで、合計2201機も生産されたため数が余りまくっていた。200機以上破壊されても2000機も余ってたのね。こうして1939年8月からカナダに送られたのを皮切りに、オーストラリア、南アフリカ、トルコで練習機として使われた。初期の練習機型バトルは単に操縦装置を追加しただけだったが、ほとんどが写真のように改造された。いやどうしてこうなったの？後部の強姦席からの視界と居住性を良くするためだぜ。この改造によって、少なくとも斜め前が見えるし、後部席から風が入ることもないぜ。まあこういう改造が必要なほど、操縦席以外からの視界が悪かったという証拠よね。他にも砲塔操作員訓練用に砲塔が追加されたものも作られ、使用された。これら練習機型は既存のバトルを改造することで量産され、イギリス国内のみならず多くの英連邦諸国で使用されたぜ。カナダだけでも802機ものバトル練習機が終戦まで使われ、オーストラリアとトルコでは1949年まで使われ続けたぜ。前線でのダメダメぶりを考えると、とても信じられないくらい大事に使われているわね。また素直な操縦性のおかげでエンジンのテストベッド機としても使われたぜ。このように爆撃機としてはダ作だったバトルだが、練習機として戦争の勝利に貢献した功績は非常に大きいぜ。なるほど。バトルはパイロット不足に悩むイギリスにとっての救世主となったのね。そうとも言えるが、実はもう一つ、救世主となった部門がある。それはイギリス海軍だ。それは意外ね。もっともバトルそのものが救世主になったわけではなく、バトルの血を引く機体が救世主となったんだがな。ということで海軍におけるバトル一族の活躍を解説するぜ。話は1934年11月、航空省が使用書 P434 を発行した時に遡るぜ。この使用書はバトルの任務を補完する急降下爆撃機を要求したものだったぜ。バトルの後継じゃないのね。フェアリー社はこの計画に参加し、主任技師にバトルと同じく、マルセル・ロベール技師を任命したぜ。ロベール氏は最新作であったバトルの設計を大いに取り込んだ試作機を作り、1937年1月に初飛行させたぜ。パッと見だとバトルに見えるほど似てるわね。だが設計はバトルよりもはるかに洗練されてたぜ。具体的には、試脚を内側折りたたみ式かつ完全収納にして、乗員を2名に減らし、機体形状を改良して空気抵抗を減らしたぜ。一方で、翼の形状とエンジンはバトルと同じものを採用するなど、ある意味バトルの正当進化とも言える機体でもあったぜ。だが爆弾は250ポンド爆弾を両翼に1発ずつ外付けで搭載する形式で競合機の方がより高速だったため、不採用に終わるぜ。いくら正当進化したといえども、所詮はバトルだしねもっともイギリス空軍の要望で、エアブレーキ、専用の照準機、爆弾がプロペラと接触しないよう投下するためのトラピーズは、両者とも未搭載で、70度以上の急降下ができない仕様だったし、何よりイギリス空軍自体が急降下爆撃機への興味をなくしたから、採用されなかったのが逆に功を奏すことになるぜ。なんだこの仕様と低性能は。たまげたなぁ。さて急降下爆撃機の採用枠を逃したフェアリー社だったが、このままでは開発費が回収できず赤字になってしまう。そこで1938年1月末に海軍が提出した使用書を838にこの機体を提出したんだぜ。この使用書は戦闘機兼観測機を要求するもので、それ以外にも一刻も早く近代的な艦載機を必要とするものだったぜ。当時のイギリス海軍ってどんな飛行機を使ってたの？戦闘機と攻撃機は服用機で、急降下爆撃機スクアのみが近代的な機体だったぜ。特に戦闘機の旧式化が著しく、スクアに戦闘機としての任務を代替させたほどだったぜ。想像していたよりもずっと悪い状況ね。そんな中フェアリー社が提出した機体はすでに試作機が初飛行し、放置されていた試作2号機も戦闘機仕様に改造できた。おまけに戦闘機用エンジンとして最適だったマーリンエンジンを搭載していたため、戦闘機への改造とエンジン交換も容易だった。おかげで38年3月中旬には詳細な機体性能を提出できて、フルマーという名称と127機の生産契約が与えられたぜ。さらに同年8月のミュンヘン会談後、生産数は250機に増えたぜ。偶然とはいえ、大口契約につなげたわね。ただしバトルやソードフィッシュの生産に忙殺され、フルマーの生産は新工場完成後の1940年1月まで遅れたぜ。バトルも相当数生産されてたわね。さてフルマーの性能だが、海軍自身も不満が残るものだった。何せ最高速度は440キロ程度で、上昇率はスクアに劣るほどだからだ。急降下爆撃機に劣る戦闘機とは一体。だが最高速度はスクアより80キロは速かったし、何より旧式化した服用機群を更新できた意義は大きかった。また飛行特性が良く、着艦しやすい機体だったぜ。
シーファイアみたいな自己多発機じゃパイロットも機体もどんどん損耗するからね。もっとも、フルマーにとって幸運だったのは、ドイツ空軍の戦闘機を相手に戦う機会が少なく、航空管制などの支援を常に受けられたことだぜ。艦隊を攻撃するドイツ軍機には護衛が少なく、フルマーは航空管制で優位な位置を占めることが多かった。そのため爆撃機狩りに専念できたぜ。またフルマーは元が急降下爆撃機だったため機体が頑丈で、その利点を活かせる一撃離脱戦法が徹底された。マルタ島をめぐる攻防戦ではイタリア軍戦闘機相手に戦ったが、一撃離脱と航空管制のおかげで終始優位を保ち続けたぜ。性能はダメだけど、戦闘方法を工夫して勝った感じがするわ。地味に重要だったのが、専用の後方試験無線手を乗せたことだった。このおかげで偵察はもちろん、攻撃隊の誘導も行えたし、機体そのものの帰還率も上がったぜ。パイロットの負担が軽く済むから、長距離を飛行するときは地味にありがたいわね。まあ、ここまでフルマーを名機のように語ったが、やはりその低性能は問題で、冷戦相手にはバタバタ落とされたぜ。それにフルマーは機体重量が重すぎかつローパワー気味で、ろくに爆走ができなかったぜ。やっぱり偵察機に毛の生えた程度の機体よね。今までフルマーの利点欠点を挙げたが、最大の功績は必要とされた時に必要な数を揃えられたことだと思うぜ。フルマーは性能だけ見るならダ作機だが、シーファイアの実用化やアメリカ製戦闘機の実戦配備までのつなぎとして、十分役立ったんだぜ。またフルマーの運用結果をもとに、イギリス海軍は同コンセプトの機体を戦闘爆撃機として運用することを思いついたぜ。このコンセプトは後継機のファイアフライに見事合致し、余裕のある馬力で重武装できる優秀な攻撃機となり、朝鮮戦争まで使われ続ける名機になったぜ。ファイアフライが名機になれたのも、馬力不足と重量型が目立ったフルマーの教訓が活かされたおかげかもしれないわね。このようにバトルの血を引くとも言えるフルマーは、低性能だが使い方の工夫と必要十分な性能があったこと。何より十分な数を揃えられたおかげで、イギリス海軍の救世主にもなったぜ。たとえ性能が低くても必要とされる場面と性能が合致していれば活躍できることを、ソードフィッシュが体現してたわね。くしくも、ソードフィッシュもフルマーも、同じフェアリー社製だったぜ。以上がバトルとその活躍だぜ。爆撃機としてはダ作だったけど、練習機や艦上戦闘機としては大成功したわね。特に練習機としての功績は相当でかいな。敵産練習機が配備されるまでのつなぎも十分果たしたしな。そういえばファイアフライの解説はやらなくていいの？ファイアフライはバトルとは別の人が設計したし、動画がすごく長くなってるから省略するぜ。じゃあ外伝行きね。積原稿を勝手に増やすのはやめるのぜ。それじゃあここまでのご視聴、ありがとうございました。